こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、あまりに事故対策が不十分だった時代の犠牲者ロジャー・ウィリアムソンと、1973年 F1 オランダグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。1970年代ね、その頃ってレースに出る奴は命知らず、自己責任、って言われて事故っても全く同情されない悲しい時代よね。ああ。運営は運営で、大雨だろうが絶対開催するから、仕方なく選手間で協定を結んでレースをボイコットするとか、とにかく自分で身を守ったりしないといけなかったな。やっぱり大雨でもとにかく開催したがるのね。運営は、ああ。この頃はメーカー同士の威信をかけた勝負というよりスポンサー様の名声をいかに広めるかがレースでは重要だったからな。ちなみに1970年代前半、欧米ではテレビやチラシでタバコを宣伝することは禁止だった。そこでレースに目をつけたタバコメーカーがどんどんスポンサードしてきた。マシンや看板、テント、パドックなど、タバコ一色だった。タバコメーカーの資金力は絶大だ。レースは絶対止めてはならないものになっていたんだ。資金は大事だけど皆は選手を見に来てるんだから、選手が安心して走れる場所づくりを第一に考えてほしいわ。さて1972年、とんでもなく奇て烈な新人が F1 にやってきた。デビューに際し異例の記者会見を開き、レースへの思いや自分の生い立ちを語った。なおニキラウダというらしい。なるほど、時代的にはラウダさんがデビューした頃なのね。ラウダは2年間はおとなしかったが、フェラーリに移籍して以降の化け物ぶりは知っての通りだ。一方同じ1972年、F2 のさらに下位、イギリス F3 を制した若者がいた。名はロジャー・ウィリアムソン。1948年生まれでこの時24歳だった。翌1973年、ロジャーは戦いの場に上位の F2 を選択。この頃は賞金稼ぎのため F1 ドライバーはよく F2 にも出走していた。これまで F3 で走ってたような選手が、F1 で名を馳せたすごい選手といきなり走るのね。当時の F2 って新人泣かせなカテゴリーだったのね。まあ新人が勝ちにくいのは確かだが、いいんじゃないか？いい走りをすれば順位関係なくスカウトはあるし、F1 ドライバーと一緒に走るのは技術が盗める貴重な機会だ。1973年6月29日、イタリアモンツァー戦。ロジャーは魔境、F2 の洗礼を受けることになる。その順位は、優勝、はいおめでとう。勝ってるじゃないの。ライバルはヨッヘンマスやパトリック・デパイユ、ジャンピエール・ジャリエなど、そうそうたる顔ぶれだ。優勝したロジャーの名は一気に知れ渡った。そしてロジャーにいいオファーが舞い込んだ。未来の FIA 会長、マックス・モズレイ氏率いるマーチの F1 チームへの誘いだった。レギュラードライバーではない条件だったため必ずマイレース出られるわけではないが、ロジャーはこのオファーを受諾した。短かったわね F2 時代。さらにケンティレルからもオファーが来る。こっちは正ドライバーの誘いだった。この1973年はもうマーチに決まっていたから、翌1974年にティレルで走ることが決まった。一気に取り合いになったのね。ロジャーは F1 に出場できる機会を待った。マーチの7人目のドライバーだったロジャーは特別な事情がある時にしか出場できなかったんだ。そしてその機会はすぐやってきた。7月14日の第9戦、イギリスグランプリに参加できることになった。やった、特別な事情とやらがあったのね。ああ。チームメイトのジャンピエール・ジャリエは F1、F2 にダブルエントリーしていたが、F2 が連戦連勝だったため F2 に専念。F1 の方のシートが空いたんだ。F2 のチャンピオンを取りに行ったのね。ロジャー選手、最高ね。生まれ故郷のイギリス戦で F1 デビュー。この1973年、マクラーレンに名車 M23 が生まれたりしてもともと高くなかったマーチの戦闘力は相対的にさらに落ち込んでいた。予選は29台中22番手だった。まあデビューレースで優勝するなんて誰も思ってないわ。まずは無事完走よ。完走したかっただろうな、決勝レース。デビュー4戦目の、粗暴な運転で有名なジョディ・シェクターがとんでもないことをやらかした。まだ1周目。最終コーナーでデニス・ハルムを無理やり追い抜こうとしてスピン。コースを塞いで止まってしまう。そこに後続車が次々とぶつかった。荒くれシェクターさん何してくれるの？結局20数台を巻き込みレースは中断。走れる者はマシンを直して走ったが、ロジャーを含む9台は再スタートに参加できなかった。アンドレアでアダミッチが両足骨折の重傷だが、他に負傷者はいなかった。燃料満タンのマシンも奇跡的に1台も発火せず、規模の割に被害は少なかった。シェクターは以降も危険運転を連発するため、これには懲りていないようだった。本当に改心する時は来るんだが、もう少し先だ。気を取り直して、次戦。
第10戦オランダグランプリだ。場所はザントフォールトサーキット。山あいにある、緩いカーブが多い高速サーキットだ。今ではコーナーの多いテクニカルサーキットに様変わりしているが、昔は全く違う性格のコースだった。路面や設備などの全面改修のため、前年オランダは F1 開催を見送っていた。今回、2年ぶりの開催で大変な盛り上がりだった。7月28日の予選、ロジャーは24台中18番手。天候は快晴だった。7月29日が決勝。ここでチームにミスが発生する。どうやらレーススタートの隊列に並ぶのが遅れたようだ。ロジャーは最後尾スタートとなってしまった。なんですと？とにかく決勝レースはスタートした。今回シェクターはいなかった。レース中止の事態は避けられそうだ。ロジャーは快調に走っていた。マシンに特に問題はないようだったが、8周目に大事故が起こってしまう。現場はトンネルオーストの手前のコーナーだ。事故の予兆のようなものは特になかったようだ。全体的に緩いコーナーが多いのね。ああ。時速200キロ前後出ていたようだ。これがロジャーのマシン。1970年にも同じサーキットでピアスカレッジがガードレールに衝突の末、炎上しているんだがな。特に対策はされず、このレースを迎えることになってしまったのね。ああ。もうすぐ現場だ。ロジャーのマシンは突然コースアウトしてしまう。タイヤがパンクしてしまったらしい。少しスローで。なんか前のガードレール、おかしくない？ああ。以前に事故で曲がったまま、修理されていなかった。ここにロジャーは突っ込んだ。ガードレールが寝ているため、マシンが斜めになる。そしてひっくり返った。どうなってんのよこのコース。ちなみにガードレールを越えて奥の土手で跳ね返ってコースに戻ったって情報もあるが、真偽は不明だった。ロジャーのマシンは逆さまになったまま、コースを滑っていく。この時点ではロジャーに大きな怪我はなかったようだ。しかし、まだ8周目で燃料はほぼ消費されていなかった。恐るべき事態はここから起こってしまうんだ。ロジャーがガードレールに衝突。コースを滑っていく。破片が飛散している。なんとここでマシンが発火してしまう。燃料タンクに引火したんだ。火元が2つあるわね。燃料タンクと、マシン本体が分離したと思われる。手前がマシンだ。ロジャーもまだ乗っている。デビッド・パーレイ。コース脇にマシンを止める。ロジャーの友人でありチームメイトだ。デビッドはただ一人、レースを放棄。救出に向かったんだ。デビッドが駆けつけた時、まだロジャーは生きていた。早く出してくれとデビッドに懇願した。ここからデビッド、たった一人の救出活動が始まる。デビッドは炎の中、一人マシンを返そうとした。しかし斜めに安定してしまっているマシンは容易に動かなかった。消火器を取りに行くデビッド。係員はデビッドの代わりにマシンを押したりはしなかった。消火器もデビッドが使った。しかし火の勢いはむしろ強まった。消火剤が尽きた時の方が火はむしろ強まっている。消火器はこの一本しかなかった。もう打つ手がない。ドライバーにアピールするデビッド。せめて数の力でマシンを起こせたら、と思うが一台も止まらない。もう晩作尽きた。うなだれている。あまりに悲痛すぎる状況だ。事前の状況も含めて、残念の一言に尽きるわね。デビッド選手もあまりに気の毒だわ。とにかくマシンから、ドライバーだけを引きずり出すことはできなかったの？マシンは逆さまのままで。無理だ。ロールバーが左右を塞いでいて真上方向にしか脱出できなかった。この事故はマシンのデザイナーにも課題を突きつけた。炎は消防隊の手によって鎮火した。しかし事故から消防車の到着までは5分以上かかっており、もうすべては手遅れだった。ロジャー・ウィリアムソン。25歳。亡くなったのは有毒ガスを吸い込んだことによる窒息が原因とされた。このレースは結局止まることなく、最後まで続いた。ロジャーのマシンは毛布で隠されたままだった。ロジャーもまだ、そこにいる状態だったがな。いやなんかの罪になるでしょそれ。なんか事故の対応とかかなりお粗末よね。なんでタイヤがパンクしたかは、結局わからずじまいなの？不明だな。路面は張り替えたばかりでよかったしな。このサーキットは強風が吹くと近くの砂丘の砂が飛んできて滑りやすかったが、今回スリップじゃなくてパンクだしな。あと気になるのは事故後の応対よね。レースは中断しないし、消火したりマシンを起こそうとするのはデビッド・パーレイ選手だけだし、走ってる選手は止まらないし、すごい協力的な感じがするんですけど、デビッド・パーレイ、事故直後は怒っていたが周りの協力的でない態度やロジャーを失った悲しみに、最後はうなだれていたな。レースを続行した選手たちは迷っただろう。運営が続行って言ってる以上、勝手に止まって救助に向かうとチームから制裁を受ける可能性がある。あとはデビッドが少し離れたところにマシンを止めたから、燃えているのはデビッドのマシンで、無事脱出できたと勘違いした選手もいたようだ。
デビッド選手のマシンに気づかないとそう勘違いするかもしれないわね。どうして運営はレースを中断しなかったの？現場の10番ポストから、競技長のいる本部への連絡手段がなかったんだ。電話とか無線機とかな。だから10番ポストの係員は自分にできる最大の権限で、せめてスロー走行を指示するのが精一杯だった。また、現場の係員は耐火服の着用義務がなかったからマシンを起こしたり消火するのを手伝えなかったんだ。耐火服を着たドライバーに頼るしかなかった。それで良しとされてた時代なのね。レースに勝ったのはジャッキー・スチュワート。これで F1 の勝利数が26回となり、ジム・クラークの25回を上回る歴代最多勝利となった。大記録達成だけど、悲しい勝利ね。ジャッキーはこの1973年をもって引退するんだが、引退レースではなんとケレルでチームメイトのフランソワ・セベールを事故で失ってしまう。ケレルって翌年ロジャー選手が加入する予定だったとこよね。引退レースでも大事故なんて、ジャッキーさん全然喜べないわね。このセベールのすぐ後ろを走っていたのがシェクターだ。シェクターはあまりに凄惨な現場を見てショックを受け、ようやく危険運転のスタイルをやめた。詳しくは別の動画で解説しているから気になったら見てほしいぜ。ただ一人懸命な救命活動を行ったデビッド・パーレイに、後日イギリス政府からはメダルが授与されているぜ。勇敢な救命活動がちゃんと前向きに評価されたのは、なんかこの事故唯一の救いね。以上、今回はロジャー・ウィリアムソンと、1973年 F1 オランダグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。